入り口のところでどういう土地を選ぶかっていうのはすごく大事だと思っていて、もちろん山林を買ってしまうっていうのが一番安くつくんですけど、どれだけ手間がかかっても費用がかかってもゴルフ場開発済みのところを選ぶっていうのは心がけてます。除草剤っていうのは一切使わないという方針でいたので、その分人力で草を刈っていくってすごく大変な作業を運転開始してですね、で数年経った発電所の生態系の調査っていうのも全国で着手していてですね、農薬撒いてなかったら絶対戻ってきてなかったような動植物っていうのは実際確認できてるんで。残地森林って開発してない森林もあるんですよ。これが約4割ぐらい。早い段階から岡山県の環境保全事業団で環境調査を全部やって、この辺に希少植物、希少動物がいるか全部調べてもらってます。希少植物が中にあって造成しなければいけないときは一旦仮移植地に持って行ってですね、生育させておいて、で造成が終わった後もう一回今度別の事業用地内に持っていてきちっと生育しているかどうか1年後に確認して、もうきちっと根付いて花も咲いてますというのを報告書をまとめていただいて、岡山県と今坂市に出して例えばナッツアサドリとかですね、エビネとかいう植物があるらしいんですけどね。エリア B はハチクマとかサシバとか希少動物猛禽類なんですけど、それが生息していたらしくて、鹿が親が子供を連れてですね、7、8匹出すと多分足音を聞いて逃げてですね、その下の調整地なんかカモがたくさん来てるので、今日も多分20羽ぐらいまとまって取れたんじゃないかな。最初のは数羽しかいなかったのでだんだん増えてますね。開発をしてしまうと動植物の生息地っていうのが奪われてしまうので、発電所の中にそういうビオトープっていうのはもともとの自然の状態を残してあげて、かつ移植をしてくるんで、そこである程度繁殖、住み着けるように例えば水生生物だったらある程度水が浸かるようなエリアを作ってあげたりとか、巣箱を作ってあげたりとか、いろんな動植物に応じて住みやすい環境を整えてあげるっていうイメージですかね。佐久島の発電所では発電所のですね O&M を受け持ちさせていただいておりまして、日頃からですねモニタリング、各パネルの状態のパワーコンの運転状況の確認、牧主民と一緒に連携変電所、中間変電所の連携のサポートのようなことをやらせていただいています。一番確かに助かるのがですね、地域の方とよく話をしてくれているので関係がいいので、私たちも地域共生っていうのはやっぱりしていかないといけないと思ってますから、お互いの中でですねより田代様がここに来てですね、今坂市にとってもね、良かったなと言ってもらえるように、そのためには私たちがちゃんと管理をして近隣の方に迷惑をかけないようにするというのがやっぱり仕事かなと思ってます。パネルの方はほとんどサイディングさんにお任せなんですけど、私としてはサーモグラフィーというのなんですけどね、赤外線で、温度が分かる機器があって、これで部分的に加熱していないとかですね、そういうのを見ていくことがあります。ドローンはですね、朝日電業さん O&M で3ヶ月に1回パネルの上をサーチしてですね、赤外線の画像を撮るんですね。そのパネルにも全部番地振ってますので、ドローンでもその番地を覚え込ませしてますから、発電していない部分は白っぽく見えてくるんですよ。温度が少し高い。発電している方が少し温度が低い。その差でですね、このパネルは発電していないというのを見て、西日本豪雨みたいな大きな災害があるような場合でも、他の開発されているような場所に比べて調整器の容量のベースでいうと 1.8 倍、その治水対策っていうのはよりできてるんじゃないかなと思いますね。雨降った時に水位をチェックしてますけどね、監視画面で全部調整値21箇所の水位計がついてますんで、その数値を見ながらリアルタイムで見えますんで監視はしてます。雨量計気象観測計が全部6箇所あるんですけど、それに対して時間当たりの雨量、実際降った雨量、それから風速は注意していますね。台風の時はもう風速、雨が降れば雨量、これは必ず見ています。あれはのり面なんですけど、一つののり面にすると崩落の恐れがあるんで、段々にして間に水路を設けてるんですよ。1枚ののり面にすると絶対ガサッと崩れることがある。そうならないように水路にまとめて調整器に落とす。これがお聞きそういうものですね。5種類か6種類あります。表面はツルツルに見えても、下いろんな大きな岩があったりですね、杭を打っていくんですけど、大きな岩にコンと当たるもそこから入っていかないですよね。埋め込み量が少ないと思ったらすっぽ抜けてくるんで、コンクリートつけてで抜けないようにして。
20年先自分が大人になった時にその自分たちが当事者になるっていう当然知らないわけで、あなた方が大人になった時に今のままいくとこういうシナリオもあるよと、だから今こうしないといけないよっていうのをしっかり伝えているかどうかだと思うんですよね。今までうまくいったからもうじゃあここでおしまいっていうことではないなと。自分の下の世代、そうすると孫世代とかいう話になってくるんで、50年先とかを見据えるとやっぱり今やめちゃいけないなと、継続していかないといけないなっていう感じ。